する TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、俺たちのオランダ県が帰ってきたということでこちらです。ドン。東武アーバンパークライン東岩槻駅から徒歩3分くらいのところに移転しましたオランダ県さんにお邪魔してます。こちらオランダ県さんはですね、主に埼玉のラーメン好きの間ではもう知らない人はいないというぐらいのもうレジェンド級のね必食店、必ず食うと書いてね必食店なんですが、私すするも非常に大好きなお店で、新潟長岡のご当地ラーメンである長岡生姜醤油ラーメンをベースとした進化系の長岡生姜醤油ラーメンの一杯がいただけるお店です。そんなオランダ県さんなんですけども、今年の5月ぐらいにね今までの店舗から移転しまして半年以上もう経過してしまいました。私すするありがたいことにねプレオープンにはちょっと参加させていただくことができまして、その時にも、ね、安定の美味しさ堪能できたんですが、今回私はね初めてオランダ県にて早汁をすすりに行っていきたいと思います。なんかね一部の常連さんたちの間でこの早汁っていう言葉がね結構流行ってて、ラーメンを食べる時間帯によって結構オランダ県って味がこう変わるらしいんですよね。でも早い時間に食べるラーメンは結構ね醤油がバシッと効いてて、もう朝からね覚醒できる一杯がすすれるらしいんですよ。いつもとはねまた一味違った一杯をねちょっと早速堪能しに早汁すすりに行きましょう。レッツゴー。というわけでオランダ県に無事着きまして、プレオープンの時はね、醤油ラーメンをいただいたんですけど、早汁だったら何がいいんですか？やっぱ醤油なんですか？やっぱでもそうなんですよ。結構昼終わりの時だと割と塩もめっちゃ好きなんですけど、その早汁だとやっぱ結構醤油の方が常連さん情報によるといいみたいな話があるんで、やっぱ醤油かな。でも悩むなマジで人お願いします。さあオランダ県さん初見さんです。塩と悩みましたが今回は醤油チャーシュー麺とライス、さらに味玉もプッシュしました。グラニフとのコラボ T シャツもバッチリ着てきたのでよりテンションが上がる。チャーシューは注文が入ってから切り分けられ、店主さんが厳選した様々な部位を入れてくれます。このチャーシューがうまい上にいろんな部位が入っているのでたっぷり入っていても飽きずにすすれるんですね。朝1ロット目のお客さんたちはみんなチャーシュー麺っぽいですね。僕ら2ロット目になりましたので腹減った。どこどこと乗せられていくチャーシューを見てうずうずしているとやってきました。こちらがオランダ県産の醤油チャーシュー麺味玉トッピングです。グッモーニング。どっかりと乗ったチャーシュー、そしてパカッと割れた味玉。いつか味方津さんリスペクトでぐるりと一周させたいと思いつつ、早汁スープもいい色をしていて朝から食欲爆発寸前だぞってことでいただきます。ではまずスープから。うおちょめめい。早汁は醤油のエッジが立っていてキリリとした味わいと聞いていましたが、これはそれどころじゃない何か別の要素も感じられるような圧倒的うまさ。もちろん醤油もパキッと覚醒ハイパー脳天直撃な美味しさで、そこにベースとなる豚肉の旨味あふるるスープが合わさり、後味には生姜がスッと縫うように抜けていく理想の先を行く味わい。今まで食べたオランダ県の中でも指折りの美味しさで、今日を新たな祝日に晴天したいと思います。さあ続いて麺いきましょう。表面が不揃いになっている黄色みがかった麺をよっしゃそろそろゴッド。これまた神級の美味しさで、麺の表面を見てみると少し醤油スープを吸っていて麺とスープの一体感がかつてないものに。スープとの絡みがもうマジですこれ。噛めばもちっとした食感もあり、今日一日で得られる満足度の容量を朝一で超えてしまった。でもそんなこと知らねえ。俺はもう存分食いまくって楽しんでやるんだい。さていよいよお次はチャーシューを食らっていきましょう。脂身プルプルジューシーで柔らかなバラ肉や肉質しっかりとしていて肉の旨味を感じられるものまで種類豊富。やはりチャーシューにおいて抜かりのない美味しさは、こだわり鉢巻きを持たせたイルカマンのジェットパンチ針の急所直撃不可避なもので、ライスとの相性も最高。チャーシューと早汁スープを合わせたら白飯何杯でも食らえそうで、それは麺とて同じこと。やはりすするの中でのチャーシュー麺ナンバーワンはより揺るがないものとなりそうです。これはブロックチャーシュー。まるで宝石を見つけたかのような輝きを放ち、食らってみると食べ応えとジューシーさのオンパレード。これでますますライスをかき込むこととなり、エナジー&エクスプロージョンで何もかも巻き込んで食らっていきます。
さあ後半戦になっても早汁のうまさは衰えを知らず、むしろ麺がどんどんスープをまとって旨味がより強固なものになり、ますます手がつけられない状態、いや手が止められない状態に。箸休めに最適なシャキとした食感の青菜や醤油ベースのスープにわずかな刺激をもたらしてくれるネギなど、名脇役たちも総出ですするの味覚にガチョンできます。そしてやはり生姜の扱いが本当にうまい。強いばかりでは飽きたり辛くなってきそうなものですが、生姜による抜けの良い後味が後ろ髪を両手で引いてきます。てな感じでラストにオレンジ色の卵黄が美しい味玉をカプリと食らい、味玉を増したいニカタツさんの気持ちもわかるくらいうまいなと思いながら、もちろんスープを完飲して本日も完食です。大変美味しくすすれました。まだ来たことがない方もすでに何度か来た方も一度早汁を体験してみてください。それではごそれ。さあというわけで、本日は僕朝一早汁のオランダ県のラーメンいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。オランダ県店主の山本さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや結構なんかオランダ県さんで閉店後に僕がちょっと卵の殻を剥かしてもらったりとかしたこともあるぐらい、割とラーメン屋さんの中で結構密にコミュニケーションを取ってる方というか、そんなオランダ県のラーメンがT シャツになったっていうことで、僕自身もめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、どうですかこのオランダ県のデザイン。いや、すごい映画のポスターみたいな。でジンジャーキングっていううちのパワーワードを入れていただいて、いやこれ入ってるのね、めっちゃファン的にも嬉しいと思うし、あとオランダ県さんのこの T シャツって埼玉でめっちゃ売れてるらしいですよ。でもネット注文でも住所が埼玉の人がめっちゃあるらしくて、やっぱオランダ県のファンの人がめっちゃこの T シャツを求めてるみたいで、やっぱそこら辺結構ファン目線からしても嬉しいのかなっていうことで。ちなみにあれどうですか、お店にこれ着てきた人がいます？結構みんな来ていただいて。マジっすか？はい。で今なんか上着着てるんですけど、わざわざ上着を脱いでちょっとチラチラアピールしてくれたので私着てるよ。はい。でも嬉しいですね、これ着てきてもらったら。本当にありがたいですけど、ありがとうございます。いやいやすごい本当に。着てきたら卵サービスとかは別に。着てきたらちょっとちょっかい出します。ちょっかい出るんだ。ナルトが半分増えるみたいな。ナルトじゃあ倍にします。ナルトが増える。T シャツを着てきてくれた場合はナルトが増えるという。オランダ県さんのラーメン、僕も日本一のチャーシュー麺ってもう僕が勝手に言ってるんですけど、もうそんぐらい本当に好きな一杯なので、今回こうしてすするだけではなく着る方でもオランダ県が出たっていうのはすごい嬉しいです。いや、選んでいただいて本当ありがとうございます。いえいえいえ。山本さんちなみにこれサイズが多分 XL までしかないですけど、もっと大きいサイズ欲しいみたいな。お客さんが結構もうちょっと大きいのが欲しいなっていう声が多々あって、僕が XL でギリぐらいなんですよ。じゃあもうちょいXXL とかさらに大きいサイズに組まれると結構買えないっていう。なるほどなるほど。はい、ぜひお願いします。グラニックさんぜひお願いします。ゲストのほどお願いします。本当に今回ありがとうございました。ラーメン最高でした。朝から初めての早汁めちゃくちゃ美味しくいただきました。じゃあ引き続き今後ともよろしくお願いします。やばいですマジで。オランダ圏でラーメン食ったらお客さんがこのフェアラーメンのカバンを持っててくれた。ありがとうございます。すごい。普通に動画見て買ってくれたんですか？そのツイートとか見て。ホームページです。ホームページから。ありがとうございます本当に。結構普段使いしてる感じですか？オランダ圏よく来るんですか？よく来ます。すごいねマジで。びっくりです。めっちゃ嬉しい。本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。持って並んでるとガン見される。いやそうですよね。目立ちますもんこれだって。いや嬉しいよマジで。ありがとうございます。いや本当にこちらこそありがとうございます。すごい。はい、ごちそうさまでした。というわけで本日はオランダ県さんのね早汁をちょっと堪能しに行こうということで朝一から行ってきたんですけれども、めちゃくちゃうまかったな本当に。やっぱオランダ県って神だな。なんかまた全体が底上げされたというか、もう厚み、スープの厚みがすごかった。とにかくあとほんのりねスープに甘みがあって、それがまたね醤油のエッジをちょっとまろやかにしてくれてて、さらにその後味をね生姜がスッと引き締めてくれるような、なんかバランスも完璧だったし、うまいってこういうことだよっていうのをなんか脳に直接教えてくれてるような感じ。なんか店主さんが思ううまいってこれだからみたいなやつを直接教えられてるようなね、なんだろう不思議な感覚。マジでなんか今日もうスピってますもんね。もうスピリチュアルな感覚に陥ってるわもはや。そしてやっぱりねオランダ圏といえばもう僕が思う日本一のチャーシュー麺のうまいお店なんで、チャーシューたちもね美味しいですね。やっぱ調理してるとじっくりもじろじろ見てたんですけど、いろんな部位の肉を切り分けて出してるんで、僕が食べたチャーシュー麺なんかでも比較的ねバラ肉の中で
でも脂身が少ない部位とか脂身が結構乗ってる部位とか、まあ、なんか他にもねいろんな部位の肉が多分入ってると思うんですけども、まあとりあえずなんかうまいってことですね。はい、言いたいことは、とにかくチャーシューもうまいっていうことですね。なんだろうな、やっぱあのオランダ圏の汁にねチャーシューがひとたび浸かるとね、なんかもうなんていうかもう変わっちゃうんですよね、もう肉のうまさが。不思議だよなマジで。めちゃくちゃうまいやっぱ。まあ、僕自身は結構やっぱ生姜の風味が好きっていうのもあるんで、生姜があるからこそのねやっぱオランダ圏っていうところもあると思うんで、やっぱそこがねこうビシッとこう噛み合ってるんじゃないかなっていう僕の好みとね思いますね。やっぱ、後味の生姜抜ける風味とかほんと最高ですもんねやっぱ。というわけで本日も朝からねオランダ圏早汁ぶち決めてきたんですけれども、最高の気持ちになれましたね本当に。たまにはこうねよく通うお店でもいろんな時間でねこう食べてみると結構味のね印象が変わったりするんで、まあ、そういった食べ歩きもちょっと今後してみたいですね。なんか家系ラーメンとかも結構変わりそうだからね時間によって。というわけで駅着きましたね、帰ります。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、オランダ健さん、早起きは早汁の得や。早汁ガチでしたね。ちょめめでした。